皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年10月2日水曜日です。今回の動画でお知らせすることは3つあります。まず1つ目は、めまいの状態ですね。心配していただいためまいの状態をお知らせしたいと思います。そして2つ目は、コメントでいただいたんですけれども、現在の発毛状態を見せてくださいということでしたので、それに関する内容です。そして3つ目は、今現在膝の手術を控えていますが、現状の膝がどのぐらい悪くなっていたのか、それによって手術がどうなったのかということをお知らせしたいと思います。今回も最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。まず1つ目のめまいについてですけれども、現状はだいぶ良くなりました。以前メニュエル病というふうにお伝えしましたけれども、その状態が続いていて、薬をですね1ヶ月以上も飲み続けていますけれども、最近やっとめまいの起きる頻度が少なくなってきましたので、次回の定期検診の時に耳の状態ですね、聴力の状態とそれからめまいの状態を見ていただいて、薬がなくなる方向に行くのではないかなというふうに思っています。ご心配いただいた皆様ありがとうございました。2つ目の内容としては、今現在の頭髪の状態を見せてくださいということでしたので、お見せしたいと思います。まずですね、5月7日の日に最終の抗がん剤投与を終えて、6月18日の日に、約5年間の経過観察になりましたという動画を出したんですけれども、その時の、頭髪の状態はこちらになります。もう地肌っていうか頭皮が見えている状態です。そこから約100日間経ったのが今現状になります。お見せしますね。いかがでしょうか。だいぶ伸びたと思います。ただ、ご覧いただいてわかると思いますけれども、ちょっとくるんくるんになっていると思います。見えますかね。で、抗がん剤投与をした方の大多数の方が、発毛をしてきた時に、毛質が変わってきたということを言われていました。私もどうかなと思ったら、やっぱり私も案の定毛質が変わってくるんくるん状態になっています。ですから、長さを測るといってもなかなかくるんくるんしてるんで分かりにくいんですけれども、こうやって手を入れた時に間から毛が出てくるぐらいにはなっています。こんな感じですね。だから3センチから4センチぐらいになっているのかなとは思います。これが約、100日ぐらい経った感じですよね。で、以前の動画でももうちょっと短い時に、頭髪をお見せしたんですけれども、その時に、ベリーショートでいいですよ、なかなか似合ってますよっていうふうに励ましていただいたんですけれども、私自身はちょっとこの状態で外を歩くことはちょっと嫌だなと思っているので、今はまだこの帽子をかぶった状態になっています。で、ただ今ですね、まだ暑いですから、家の中ではもちろん帽子をかぶっていませんし、気心の知れたお友達との間では、帽子を外して過ごすこともあります。これから先、1ヶ月に1センチずつぐらい伸びていくのかなと思いますので、それを楽しみにしています。抗がん剤で約1年検診を迎えた方のコメントでは、やっと美容院に行って宿毛矯正をしてきましたっていうふうな、報告もいただいていますので、1年ぐらい経ったら私も美容院に行って、髪のお手入れができるのかなというふうには思って今楽しみにしているところです。次回この状態をお見せするのは11月の19日に、経過観察6ヶ月目を迎えますので、その時にまたお見せしたいなというふうに思います。いかがですか。
皆さん同じじゃないでしょうか。最後に3つ目として膝の手術に関してです。先日膝の MRI という検査をしてきました。そしてその段階で先生から言われたことにとてもショックを受けました。というのも、最初に受診したのは2022年、今から約2年ほど前だったわけです。その時には担当の先生が、手術をすればまた元気に走れるようになるからねというふうに言っていただいたんですね。ただその時は、仕事もしておりましたので1ヶ月丸々休むということがやっぱり不可能だったわけです。なので先生には仕事を辞めたら手術を受けたいと思っていますという旨を伝えていました。そして昨年2023年、それから1年後ですねに、仕事を辞めて退職しましたので、では足の手術をしたいと思っていましたが、ご存知の方も多いようにその時にがんが見つかってしまって、がんの手術、抗がん剤治療という方を優先したわけです。そして2024年今ですね、やっと抗がん剤治療も終えて、いよいよ膝の手術ができるかなと思って、検査をしたわけですが、先生からはこの2年でだいぶ悪くなっていて、今同じ手術をしても走れるようにはならないかな、走れるようになりますよって言ってあげることはできないかなというふうに言われてしまいました。もうものすごくショックで、教え子と一緒にまたフルマラソンを一緒に手をつないで完走したいなというふうに思っておりましたので、本当にショックだったです。ただもう言ってもしょうがないですからね、過去に遡って、悔やんでもしょうがないわけですし、その時はその時で、判断した結果は間違っていなかったと思っておりますので、では今現在じゃあこの膝をどうしていくかということを先生と話をしました。で、最悪の場合は人工関節を入れるしかないということです。これも最終手段なわけですね。で、人工関節を入れている方も、中にはいらっしゃると思いますけれども、基本的には膝の可動範囲が、少なくなってしまうということ、それから運動をすることが基本的にはできなくなるということです。なのでできるだけそれはもう最終手段にしたいと思っています。そして、人工関節自体は10年から15年ぐらいしか持たないと言われていますので、できるだけ手術は後にした方が、再度また入れ替えなければいけないということを考えるといいようです。なんで、その方向はなるべく考えたくありませんので、先生といろいろ話をしました。で、実際には MRI を見ると膝の状態がものすごく悪くなっていて、ザクザクしたような、削れているような、ひびが入っているような感じも見受けられるので、内視鏡手術をして直にですね先生が目で見たいということだったわけです。で、その段階で、先生が見て、もうこれは人工関節しかないなと思ったら、そのまま、閉じるということです。それで、前のようにですね骨切り手術をして走れるようにっていうか、膝を温存できる方法を、選ぶことができるかなと思った時には、足を切開して手術方法を変えて軟骨を移植する。そして移植がある程度収まってきたら、安定してきたら今度は骨切り手術というのをするということで、その手術を選ぶ場合は約1年ぐらいのリハビリ生活が続くというふうに言われました。ただ先生は、もうこの手術はものすごくリハビリが大変で、苦痛を伴うので皆さん挫折する人が多いということでした。一流のアスリートの人が再起をかけてするような手術だそうです。なので、普通の人はモチベーションを高く持っていられなくて、断念してしまう、途中で断念してしまう方も多いということでしたので、あまり進められないんだけどなというふうに先生はおっしゃっていました。
でも私はやっぱりどうしても、もしかしたら膝が温存できればですね、走ることができるかもしれないというふうに思いましたので、一応膝の状態を先生にしっかりと見ていただきたいということをお願いして、先生もやはり内視鏡で見ないと納得できないよねということも言われましたので、11月21日の日に入院して内視鏡手術を受けることにしました。この日にちは11月の19日の日にがんの6ヶ月目の定期検診があって病院に行かなくてはいけないので、その翌々日という形で手術の日を選びました。この手術によってどうなるかっていうのはもう本当にわからないです。もう私がこうしたいああしたいと思っても叶えられることではありませんので、その膝の内視鏡手術を待って結果を待って判断するという感じになります。もう本当に頭が真っ白状態で、もう本当に辛かったんですが、仕方ないですね。これはもうしょうがないことです。なんで、11月の21日までは、もう考えてもしょうがないので膝のことを考えるのをやめて、イベントもいっぱいたくさんありますから、楽しく笑顔で日々過ごしていきたいなというふうに思います。なんでちょっと走れなくなってたかもしれないということで教え子との約束を守れないのが本当に苦しいんですが、もう普通はですね、歩けるだけで御の字と思わなければいけないのかなというふうにも思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。これからもいろんな形で日々のVlog として、残していきたいと思っておりますので、もしよかったら、ご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。